バイクの使い分けって難しいね。2台あってもどちらか盆栽になったりします。あ、ペンタロウさんだ。アナゴさんにチュン太郎さん。バイク2台の使い分けを知りたいです。じゃあ体感で相性のいい組み合わせを紹介しよう。こんにちは、ペンタロウです。バイクを複数持つと重要になるバイク同士の相性、2台だけに絞って持つ場合の相性をいろいろなパターンで紹介します。1、相性とは。バイクの相性ってなんだろペンタロウはいろいろあって、ちょっといくつかバイクあるけど、用途が被る組み合わせというのがあって、アフリカツインとテネレは同じバイクに見えます。オフロード極めてる人からすると全然違うだろうと怒られそうだけど、グロムとモンキーとかも同じだね。エンジン型式も違うし、ちょっと違うけど使い分けるレベルじゃないね。ペンタロウさんみたいに色違いで SR 持ってるよりだいぶマシかな。まあそうだけど、とはいえこの辺は差がないから使い分けにはあまりならないね。ということで、ペンタロウが今持っているバイクたちで具体的に相性がいい組み合わせを紹介していこう。2、ペンタロウ所有バイク。今手元にあるバイクを改めて調べてみたところ、大きい方からいくと、まずホンダゴールドウィング 1800cc の化け物、ホンダ CB1300 スーパーボールドール2台とスーパーフォア1台の全部で3台、ホンダアフリカツインアドベンチャースポーツ ES-DCT ゴールドウィングと並んでうちで一番でかい。ホンダ CB1000F 先日オイル漏れ修理が終わってその後発生してないけどリコール対応はまだこれから。ヤマハ SCR950 空冷 V ツインでクルーザーボルトの仲間、250キロで重量級。鈴木 GSX-8R 夏暑いのだけが惜しい万能フルカウルバイク。モトグッチ V7 縦置き V ツインの個性派。ヤマハテネレ700軽快なビッグオフローダー。ホンダ CB400 スーパーフォア2台とスーパーボルドール1台、相変わらずエンジンが素晴らしい。ヤマハ SR400 最終形色違いの2台、相変わらず愛すべきポンコツ。ヤマハセローファイナル2台、普通のとツーリング仕様。川崎エストレア最終形2台、色が違うだけで中身は同じ。鈴木 GSX250R ヘッドライト LED になる前に激安で買えた。ホンダ CB250R 鬼の万能バイク、軽量で抜群の運動性能、何でもできる優れもの。川崎 W230 雰囲気重視の改造オフロード車みたいな感じ。ハイシートがあれば相棒になれたかも。川崎 ZE1 電動バイク、初動10メートルくらいは爆裂速い。ただし50キロしか走れないので運用難易度高め。ホンダグロムミニバイク、この軽さとコンパクトさはやっぱり重要。とおそらくこれで全部なので、これのどれとどれが相性いいか具体的に見ていこう。3、万能大きめバイクとの組み合わせ。ミドルから 1000cc くらいで癖の少ないバイクは実際1台でいけますね。あえてそれと組み合わせるならという視点で考えていこう。CB1000F、まずはホンダの CB1000F と相性がいいバイク。あり得るのは 125cc のグロムかな。小さいのは偉大だよね。グロム自体も楽しいし、急いで近所に行きたい時などには使われるかな。確かに CB1000F も気楽に動かせるので、ちょっとした用途ならありな感じがします。あとは SR400 も意外に使い分けできそう。利便性は CB1000F の方が高いから、グロムみたいに利便性での出番にはならないけど、乗り味が独特だからそれを楽しむという意図で出番がありそう。CB1000F とグロムは車体サイズの違い。CB1000F と SR400 はエンジン特性の違いで高相性な組み合わせになりそうですね。逆に相性が良くなさそうなのは CB250R。2台並んでいたら毎回 CB1000F が選ばれそうで、 CB250R は盆栽になりそう。 ZE1 はフルサイズ 125cc なら CB1000F でいいかなとなりそうかな。CB1000F は性能も十分で利便性も高いから、何と組み合わせてもほとんど 1000F の方が選ばれてしまいそうなんだよね。そもそも一台運用の人におすすめのバイクということですね。 GSX-8R、 次に鈴木 GSX-8R。 CB1000F と同じく何でもできる枠だね。こちらはフルカウルということもあって多少相性の良いバイクの幅が広そうです。まずグロムは 8R と組み合わせてもそれなりにきっちり働いてくれそう。小さいバイクは鉄板だよね。あとは CB400 スーパーフォアも相性いいかな。パンチが欲しい時に CB400 スーパーフォアの VTEC エンジンは確実に出番が来そう。CB400 ならボルドールでなく丸めの方が相性良さそうです。風を感じたい時にも丸めは最適で、 GSX-8R があると CB で遠出しなさそうだから丸めが妥当かな。こちらもエンジン特性の違いで盆栽になりにくい組み合わせですね。4、大きい重いバイクとの組み合わせ。アフリカツインテネレ700
車体の大きいアフリカツインとテネレ700のどちらか1台と他の何かを組み合わせる場合、車体が大きいバイクは駐車スペースや取り回しの関係で扱いづらいシーンがあります。コンパクトなバイクがあるとうまく使い分けできそうだね。まずホンダの CB250R。144キロと軽くて車体も細く小さめで、それでいて結構何でもやれるから好相性。車体の大きいビッグオフローダーをわざわざ動かしたくないなという時にきちんと働いてくれるんじゃないかな。あとはスズキ GSX250R。250cc の割にちょっと重いもののアフリカツインなどと一緒ならうまくやれそう。それから川崎エストレア。これもコンパクトな 250cc だからビッグオフローダーとの組み合わせにはちょうどいい。エストレアがいいなら SR400 もいいかな。 SR はキックスタートが面倒だから大きさの面倒とキックの面倒の2台とも面倒感があって微妙な展開になりそう。いずれにせよ車体が大きいバイクの場合はコンパクトでかつぼちぼち利便性のあるものが仲良くやれそうですね。 CB1300 SCR950。 250キロオーバーになると重量級になってくるよね。当然軽いものが相性いいでしょう。車体が重くなければおよそ何でも出番がありそうだね。 CB250R とか 250cc クラス全般はもちろんどれもいける感じ。車体大きいバイクの相性と同じだね。XSR700 なんかも軽くて扱いやすいからうまく住み分けられると思う。今手元にないけど。テネレと XSR700 は共存しづらいけど SCR950 と XSR700 なら共存できそうだね。軽量ミドルなら重さの空間をカバーしてくれそうです。遠出と近場などで役割分担できるから重量級と軽量級は仲良くやれる。実際 XSR700 と SCR950 は隣に並べていた時に普通にどちらも稼働してたね。日頃重いなぁと感じるバイクを持っているなら200キロ未満の扱いやすいものなら何がいてもおおむね活躍できるイメージ。ただ重い方が盆栽になりそう。重量級になれたいならむしろ1台で頑張った方が良いかもしれません。5. ゴールドウィング。ホンダの巨大ツアラーゴールドウィング。どのバイクと組み合わせても良さそうに思えますが、考えると意外にそうでもなかったんだよね。順に見ていくと CB1300 ボルドールはツアラー的用途が被りがちでほとんどゴールドウィングで出発することになりそう。ツアラー性能ならゴールドウィング別格だもんね。あと SCR950 みたいな重いバイクはどうせ重いからゴールドウィングで行こうとなりそう。車体の大きいアフリカツインならどうせ大きいし DCT はゴールドウィングの方が快適だしやっぱりゴールドウィングで出発するよね。大きいもの重いものはほぼゴールドウィングに出番が奪われてしまいます。小さいグロムなら良さそうかな。グロムなら何と組み合わせてもいけるんだけどゴールドウィングの隣にいると 250cc とかどうせならもうちょっと広く利便性があるものを求めてしまいそう。3台目が増えてしまいそうで危険というやつですね。じゃあ 250cc クラスの CB250R、セロー、エストレア、GSX250R あたりはどうかというとゴールドウィングは積載力豊富で取り回しもバックギアで楽だからゴールドウィングの方が利便性高いこともあってそのうちゴールドウィングに慣れちゃうと 250cc が盆栽になりそうな感じ。実はゴールドウィングが億劫そうなのはイメージだけで実際持っていると扱いやすいんですね。バックギアのおかげで少なくとも CB1300 より心が楽。あとは CB1000F みたいな万能大型バイクとの組み合わせも考えられるけど CB1000F はメインもサブもいけるからサブのつもりでもいつの間にかメインにすり替わってしまいそうで CB1000F の万能チート感も半端ないね。そんなこんなでゴールドウィング自体が実は利便性高いからむしろキャラ濃いめの SR400 とかモトグッチ V7 あたりがいいコンビになりそうかな。6. まとめ。じゃあバイク2台の相性をまとめてみようか。ポイントはメイン1台のどこに億劫さを感じてるかを把握すること。例えば CB1300 で重いことに億劫さを感じているとか、アフリカツインがでかくて出先の駐車スペースに困るとか、SR のキックが面倒とか、直進安定性がなくて高速つらいとか、そういう最もネガティブなポイントを認識してその1点をクリアしてくれるものを選べば間違いなく失敗しないはず。自分の意識を正しく見直すんだね。
メインがキャラ濃いめでネガティブをクリアするバイクがまたキャラ濃いめだとどっちでも埋まらないネガティブが認識されて結果3台目が欲しくなるかもしれないから2台目の選び方もちゃんと考えた方がいいけどね。ネガティブの少ない万能バイクはむしろ組み合わせ難易度が高いということですか。万能バイク2台は NG パターンになるね。CB1000F と CB250R とかはどちらも何でもできすぎて使い分けが微妙。そもそも一台運用向きってことだね。メンテナンスの手間だけ増えてあまりいいことないかも。まとめるとおすすめパターンは万能有能バイクプラスネガティブ豊富だけど面白いキャラ濃いめ、万能有能バイクプラスミニバイクスクーター電動バイク、巨体バイクプラスコンパクトな 250cc クラス、重量級バイクプラス軽量級バイク、ゴールドウィングは意外に一人で自活できそうといった具合、バイクを無駄に増やさず1台でやっていくには CB1000F やスズキ8シリーズとか取り回ししやすく長距離まで行けるものを持つと平穏に過ごせそうかな。うっかり SR とか濃いめのキャラに行くと沼地に足突っ込んじゃうかもね。SR から別のバイクに乗り換えた時 SR が恋しくなってよりを戻したくなったり増やしたくなったりと泥沼に落ちていくかもしれないから注意だね。なるほど。そういえばペンタロウさん同じ車種の色違い持ってるよね。セローが2台、エストレアが2台、SR が2台、CB400 スーパーフォアが2台、CB1300 スーパーボルドールが2台。同年式の色だけ違いでしたよね。それって相性最悪なんじゃ。いや、どっちの色手放せばいいかわかんなくなっちゃって。無駄だね。なんとかしまーす。今回こちらの世界のペンタロウは相性の悪いものも多いようですが、2台の場合もきちんと相性を考えて選ぶことでペンタロウのような失敗をしなくて済むはずです。よろしければ高評価、チャンネル登録、ハイプをお願いします。ペンタロウ LINE スタンプもあります。ラジオチャンネルでバイクの小話、メンバーコンテンツでプライベートな話をしているので、よろしければそちらもご覧ください。続く。